お、来た。来てるじゃん。My man's been working so hard lately. Wants to give me so much more さ、 than サバ I の下 could にはアジがいるね。 ever dream. But just to hold him close is such a luxury. I have his heart and that's enough for me. His words, they're honest, his 皆さんおはようございます。釣れない釣りログのあきです。ちょっと曇り空のとある日、いつもの友達と一緒に私たちはまた海に繰り出します。あ、すごい。まず一番に釣り場に向かうかと思いきや、ちょっと寄り道。なんとなく気が向いて海の近くのマルシェをチラ見しに来た私たち。三浦半島は海鮮だけじゃなく新鮮なお野菜もたくさん。こうやって地元の特産品を知る時間も私たちの釣りの醍醐味だったり、マルシェの中のゲームセンター、バラエティ豊富な海の幸にお喜びする私たち。これ欲しい。頑張れ。ついつい楽しくなってしまって、釣りしに来たという目的を見失いそうだったので海へと急ぎます。久々の三浦半島、今日も楽しんでいきましょう。前回の兆候では少しずつ賑やかになってきた海を楽しめたので、今日は友達と一緒にまた海の中を調査していきたいと思います。友達の垂らした一投目にひたすら注目。ちらちら触れられる浮きから目が離せない私たち。するとついにその姿が。連れてくれたのは小サバです。友達は今年初の小サバ。初物の瞬間は見ているだけでも大喜びです。前回私は初サバは堪能できたので、表層は友達に任せて、やっていくのはやっぱり海底調査。ジェット天秤に意気揚々と青い染めをつけていきます。釣り具屋さんの情報では運が良ければキスが釣れるかもということで、気合十分で投げていきます。
軽く投げてゆっくりと巻いてみたりしながら底を探っていきます。そう簡単に反応がないのも海底調査の面白いところ。ひとまず置き竿にして様子見しましょう。その間に2本目の竿を出してサビキ釣りでもするのかと思いきや、またもやジェット天秤。キス釣りたいモードの私は二刀流で頑張っていきます。しかし甘くないのが海底調査。前回大活躍してくれたサビキ仕掛けを使って私もサバ釣りに応戦開始。サバ好調の中、ふと思い出すサビキ釣りの教え。でもさ、サバの下にはアジがいるんだよ。少しだけ遠目に投げて少しだけ深いところを狙いつつ、調子に乗ってサバ以外の回遊魚も狙ってみたり。しかしやっぱり海の中はサバ祭り。アジたちはやっぱりそう簡単には現れてくれないみたいです。フィーバータイムも落ち着く頃、そういえばと思い出したように置き竿を上げてみることに。水面まで巻き上げてきた頃、ようやく何かに気がつく私。忘れかけていた置き竿にかかっていたのは海底のアイドルキス。まさかの大本命のキスに喜びが隠せません。喜びもつかの間で2匹目を狙っていきます。なぜだか釣れると異様に嬉しいキス。一つの森、一本針に青い染めというシンプルな仕掛けで海の底にいる彼らとやり取りする時間がなんだか楽しいのです。2匹目は難しいのかもと思いきや、この日の私は持っていました。水面が近づいてきた頃、疑いは確信へと変わります。
なんと運よく2匹目のキスまで連れてくれる事態。キス2連チャンに大興奮する中、なんとさらに面白い事件が私たちを襲います。一体何が起きたかというと、まさかのタコの登場です。めっちゃ可愛いね。置き竿にしていた友達の竿に突然現れたタコ。思いがけない訪問者に一瞬パニックになる私たち。なんだかお祭り騒ぎな海の中、引き続き海底調査を続けていきます。タコいない。少し肌寒くなってくるまで時間を忘れて楽しむキス釣り。なんだか今日は面白いことが多すぎて、明日も明後日も思い出して笑いそう。ヒラメもいる？じゃあルアーでやった方がいい。これで？しかしこの後、今日一のヒットが私たちを待っています。沈めた青いサメに謎のヒット。なかなかの重さを感じる引き、キスではなさそうです。ゆっくりと慎重に巻いていきます。水面に近づいてきました。上げてみます。上がってきたのはなかなか大きさのある平べったいお魚。こっちじゃない？普通に。メゴチにしては大きそうだし、マゴチにしては小さい。突然の訪問者に冷静に判断できない私たち。ちょっと待って。これマゴチの子供？めったに釣れないよ。本当？通りがかりのおじさんはそう言うけど、なんとなく違う気もする。果たしてマゴチがこんな小さな青いサメに食いついてくるのかも謎なところ。もしこの子がマゴチだった場合、リリースサイズは40センチ。まだまだ大きくなれるこの子をお持ち帰りするわけにはいきません。できるだけ元気なうちに逃がしてあげたかったので、とりあえずリリースすることに。しかし家に帰って冷静に調べてみたところ、やっぱりメゴチっぽくないですか？なんだかんだメゴチはリリースしてしまったけど、
十分すぎるくらいで会えた今日の釣り。投げた青磯目もかじられることなく戻ってくるので、そろそろ終わりの時間です。キスが2匹とサバがたくさん釣れてくれたので、それを持って帰ってこれからお料理したいと思います。大満足です。それじゃあ東京の方に帰ります。三浦半島で釣れてくれたサバたちを全員集合。下処理はしておいたので頭だけ落としていきます。奇跡的に釣れてくれたキスが2匹。こちらはまずは鱗を取っていきます。頭を落としたら3枚におろしていきます。お野菜も下ごしらえしていきます。ピーマン、玉ねぎ、人参は細長く切っておきます。鍋にお酒、お醤油、みりんとお水を少し入れたら鷹の爪と切ったお野菜を入れていきます。軽く火を通したら冷ましておきましょう。きれいになった小サバたちは水気を取ったら塩コショウをして片栗粉を振っていきます。あとは油で揚げていきます。しっかり揚がった小サバたちは先ほど作っておいたタレにつけていきます。もう一品用に梅干しを刻んだらみりんと合わせて伸ばしておきます。小さなキスたちは串に刺して軽く表面を炙っていきます。香ばしい香りがしてきたらお皿に盛り付けて完成です。釣り人だから味わえる釣りたてのキスを今日は炙りで、極上の繊細な白身は少しだけ梅だれをつけてどうぞ。どうしても食べたくて小サバは久々の南蛮漬けに。お酢の効いたタレが食欲をそそります。しっかりと漬け込んだサバは噛むたびギュッとタレが染み出して、お酢のさっぱり感のせいか、やっぱりこの季節は南蛮漬けがぴったりだと改めて実感する今日この頃。キスの炙り、こちらもお察しの通り絶品。炙ることで少しだけキュッと締まった身もほんのり香ばしい皮目も
2匹じゃ足りないと少し悔しさとともにビールが進みます。もしかしていたらここに特大めごちの天ぷらが並んだのかもと、そんな妄想もしつつ、今日連れてくれたお魚たち全員に感謝をして乾杯させていただきます。今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。賑やかになってきた海、とにかくいろいろな出会いがあった今日の釣り。子供の頃に帰ったようにお腹を抱えて笑ったり、時間を忘れて竿を出したり、釣りを通して過ごすその時間は何にも代え難いと改めて実感できる、そんな一日となりました。次はどこへ行こうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。釣れない釣りログ、あき。